オーストリア、ハンガリー帝国の68年に及ぶ統治を支えた、フランツ・ヨーゼフ一世。彼の治世は、19世紀ヨーロッパの激動の時代と重なり、帝国の栄華と衰退を象徴する存在となりました。1830年8月18日、ウィーンのシェーンブルン宮殿で生まれたフランツ・ヨーゼフは、ハプスブルク家の血を引く皇太子として幼少期を過ごします。彼の教育は厳格で、軍事、外交、言語など多岐にわたる分野で徹底的な訓練を受けました。特に言語の習得に力を入れ、ドイツ語はもちろん、ハンガリー語、チェコ語、イタリア語、フランス語など、帝国内の主要言語を操ることができたと言われています。これは後の多民族国家の統治に大きく役立つことになります。1848年、ヨーロッパ中で革命の波が広がる中、わずか18歳でオーストリア帝国の皇帝に即位します。若き皇帝の即位は、革命勢力に対する保守派の巻き返しの一環でした。即位直後から、フランツ・ヨーゼフは革命の鎮圧と帝国の統一に奔走します。ハンガリーの独立運動を武力で制圧し、中央集権的な統治体制を確立しました。この時期、彼の政策は絶対主義的で強権的なものでした。しかし、1859年のイタリア統一戦争での敗北や、1866年のプロイセンとの戦争での敗北を経験し、徐々に柔軟な姿勢へと転換していきます。1867年、フランツ・ヨーゼフはハンガリーとの和解を図り、オーストリア、ハンガリーに重帝国を成立させます。これは、オーストリアとハンガリーが対等な立場で連合する形態で、帝国内の民族問題に対する一つの解決策でした。この体制下で、フランツ・ヨーゼフはオーストリア皇帝とハンガリー国王を兼ねることになります。二重帝国の成立後、フランツ・ヨーゼフの統治スタイルは、より立憲的なものへと変化しました。議会制度を導入し、市民の権利を拡大するなど、近代化を推進します。同時に、帝国内の各民族の文化や言語の尊重にも努めました。しかし、バルカン半島での民族主義の高まりや、スラブ系諸民族の自治要求など、帝国の統合を脅かす問題は依然として存在していました。フランツ・ヨーゼフの個人的な生活も波乱に満ちたものでした。1854年、エリザベートと結婚しますが、この婚姻は必ずしも幸福なものではありませんでした。エリザベートは宮廷生活に馴染めず、しばしば旅に出ることで現実逃避を図りました。1889年には、皇太子ルドルフが愛人と共に自殺するという悲劇が起こります。さらに1898年には、エリザベートがイタリアでアナーキストに暗殺されるという衝撃的な出来事が起こりました。これらの個人的悲劇にもかかわらず、フランツ・ヨーゼフは帝国の統治者としての責務を果たし続けました。彼の勤勉さと責任感は、市民の間で尊敬を集める要因となりました。毎日早朝から深夜まで執務に励み、帝国の隅々にまで目を配る姿勢は、勤勉皇帝としての評価を不動のものとしました。フランツ・ヨーゼフの治世は、オーストリア、ハンガリー帝国の文化的黄金期とも重なります。ウィーンを中心に、音楽、美術、建築、文学などの分野で多くの天才が輩出されました。ヨハン・シュトラウス2世やグスタフ・クリムト、ジークムント・フロイトなど、今日でも高く評価される芸術家や知識人たちが活躍した時代です。また、都市計画にも力を入れ、ウィーンの環状道路リング・シュトラウセの建設を推進しました。この大規模な都市改造プロジェクトにより、ウィーンは近代的な大都市へと変貌を遂げます。帝国の威信をかけた壮大な建築群は、今日でもウィーンの象徴的な景観となっています。外交面では、フランツ・ヨーゼフは慎重な姿勢を貫きました。1879年にドイツとの二国同盟を結び、後にイタリアを加えた三国同盟を形成します。これは、フランスやロシアの脅威に対抗するための防衛的な同盟でした。しかし、バルカン半島での利害対立から、ロシアとの関係は徐々に悪化していきます。20世紀に入ると、帝国内外の情勢は一層緊迫化します。1908年のボスニア併合は、セルビアとの関係を決定的に悪化させました。1914年6月28日、フランツ・ヨーゼフの甥いであるフランツ・フェルディナント大公がサラエボで暗殺されます。この事件が第一次世界大戦の導火線となり、フランツ・ヨーゼフは最後の大きな決断として、セルビアに宣戦布告します。しかし、フランツ・ヨーゼフは戦争の結末を見ることなく、1916年11月21日、86歳でこの世を去ります。彼の死は、オーストリア、ハンガリー帝国の終焉の始まりでもありました。第一次世界大戦の敗北により、帝国は解体され、数世紀に及ぶハプスブルク家の支配に幕が下りることになります。フランツ・ヨーゼフ一世の68年に及ぶ治世は、ヨーロッパの歴史上最も長い統治期間の一つです。彼は激動の19世紀を生き抜き、帝国の近代化と安定に尽力しました。
しかし同時に、多民族国家の統合という困難な課題に直面し続けました。フランツ・ヨーゼフの生涯は、ヨーロッパの旧秩序から新秩序への移行期を体験するものであり、彼の治世の終わりは、まさに、長い19世紀の終焉を象徴するものでした。